どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。私の先生は実技のみではなく、空手のみではなく、様々なジャンルや、そして武芸にも通じていたので、その折々に過去の武術家の伝説的な逸話やエピソードなどをよく聞かされていました。その中で私の耳に、心に印象に残っている言葉がありました。半歩あまねく世界を制す。その武術家は両の手首を束縛され、自由を奪われ、しかしその中でも工夫を凝らし、裏剣を合わせるように用い、移動も最小限の動きで離す打撃を見出し、そして世界を制したと、その断片的な話の記憶から私は勝手にそう解釈していました。ですが実際のところ、思い至り長きにわたる武道修養や様々な格闘技や歴史や漫画から学び、そして改めて調べた結果、それが多少言葉が違った形で伝わっていたことを知りました。パンプポン剣あまねく変化を打つ。これが実際にその武術家が呼ばれた、歌われた言葉であり、そしてその武術家はなんと私が学ぶ極真空手にも実は縁もゆかりもあるような人間であったと知りました。各雲神、推定1800年代前半から終わり頃まで生きた中国の武術家であり、経営権の達人として知られている人物です。しかしこれは彼を表すにはあまり適したものとは言えないかもしれません。なぜならば各雲神、彼は世間一般的な評判だけを見るのならば、中国武術史上最強の一人と謳われている武術家だからです。各雲神は幼少の頃より長剣、八極拳を学び、そのせいに簡素にして深淵なる懐を持つ経験を知り、その偉大なる先達である李楽農に入門を願うも受け入れられず、その彼の練習を盗み見、経験の基本である本剣を覚え、3年間ひたすら訓練を積み、その真摯な向き合い方を認められ、入門に至ったといいます。その後各雲神は学ぶものすべて極意にまで達し、その後一説によると山東、河北、華蘭を遊歴し、武芸を磨き、交流を深めたといいます。その至った極意とは、一つには腹は実を極め、心は今日極めることにあったと知られているといいます。この解釈については各々によって違うと思いますし、私のものも安易に語ってしまうのははばかられるものがありますが、なんとなく察するに無心、空の領域であり、実、中国憲法において腹を指すといえばと、そういうふうに連想することもできるかもしれません。その彼の生涯は波乱と数多くの伝説に彩られたといい、特に有名なものは試合で相手を誤って打ち倒し、そのまま死に至ってしまった際、監獄に3年もの間収監され、そこで手かせ足かせをつけられたまま固形剣を練り、古牧師の一手を編み出し、そして出獄の際にあなたの剣は衰えたのかと問われると、滅びずと回答し、壁を打つと壁が崩れてしまったというものがあるといい。おそらく先生もこれを聞いたと思われますが、実際のところは民衆を苦しめる狩猟の館に各雲神は害をもって招かれ、ピストルで襲われた際に愛用の月牙剣で答え、人々の称賛を浴び、国内でも同情的な関係の者たちの配慮や感銘を受けた人々からの多額の献金によって何不自由なく過ごしたといいます。そんな彼の強さをモデルとした漫画としてハンマバキが挙げられます。あの中国憲法の粋を集めた100年に一度開催される中国の武術大会大来大祭編、その中国武術で高位の者に与えられる海王たち全ての頂点に君臨する海王の称号の持ち主であり、実力で中国武術の頂点に君臨すると紹介された人物、146歳という現実ではありえない超高齢で、身長155センチ、体重40キロという小柄にして、手刀の一撃で3人の手首を切り落とし、シャオリーと呼ばれる究極の脱力からの受けであらゆる攻撃を無効化、さらにそこから繰り出される聖剣の一撃でコンクリートの壁を粉砕。あの劇中最強の
文字通り地上最強の生物半間裕次郎と想像を絶する凄まじい戦いを演じ、公式人気投票でもベストワード1位を獲得したという、ぶっちゃけ私も一番好きな戦いを演じたキャラクターです。賛否両論あるとはいえ、ありとあらゆる格闘技を知り、劇中で参戦させている作者が、その最強である半間裕次郎と激闘を繰り広げさせた。中国憲法そのものと謳われたと表現するところから、その歴史上の中でも評価の高さが伺える事実と言えるでしょう。そしてそんな各運針の実際の戦い、その様相を示す言葉として知られているのが、敵に半歩進んで五行剣のポン剣の一打を発すると敵は皆倒れたとする。それを褒めたたえた言葉としての最初に挙げさせていただいたパンプポン剣アマレク天下を打つ、いわゆる盾剣で相手の中段腹を打つこの突き、それだけでありとあらゆる敵を倒したという絶技、中国風に言えば絶唱でしょうか。残念ながら動画や画像などは残されていませんが、それをおそらくは再現しているだろう漫画が、史上最強の弟子健一という作品の中であらゆる中国武術をマスターした達人として描かれている馬剣聖がルチャリブレマスターであるデーゴカヨと戦っている時の開幕の一打で繰り出されています。その動き、迫力、そしてその技の名前、それに私は極端に惹かれ、それが何故なのか当時は分かりませんでしたが、今となってはもしかしたらこの各運針の伝説、それらがこの技の迫力を生んだと言えるのかもしれません。さらには各運針の最後の弟子と言われ、利権を創設し国を代表する武術の達人を示す国士と謳われた王光斎、その彼の唯一の日本人の、そして外国人の弟子と言われるのが、後に日本において王光斎の許可を経て大義死生剣を創設した極真空手の創始者である大山正達とも交流があり、その皇帝牢山発夫も門下となったと言われる沢井健一なのです。空手は日本古来のものであり、それが中国憲法の影響を受けて現在の形となったとする説が有力視されている昨今、それらのルーツの大元ともいえる実践に即し中国史上最強と謳われ、その逸話が現代日本において漫画という形で広く伝えられているという、まさしく伝説的な武術家であると言えるでしょう。私はこれからも資料上にしか残されていませんが、その確かな技術で現在にまで大きなる影響を与えた、そういった偉大なる武術家を皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。